皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。ぜひともこのチャンネルの動画を使って世界情勢への理解を深めていってください。今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ドイツの軍事産業ラインメタルの経営者が暗殺計画の対象になっていたことが報じられています。アメリカ、ドイツ、ロシアによるドイツラインメタル CEO の暗殺阻止、ウクライナに兵器供給。アメリカ情報機関は今年、ロシア政府がドイツ兵器製造大手ラインメタルのパベルガー最高経営責任者 CEO の暗殺を計画していることを突き止めていた。事情に詳しい米欧の当局者5人が明らかにした。ラインメタルはウクライナ向けに砲弾や軍用車両を製造している。情報筋によると、ロシアはヨーロッパ各地でウクライナの戦争努力を支援する防衛企業幹部の暗殺を企てており、今回の計画もその一つ。パペルガー氏の暗殺計画は最も計画が熟していたという。パペルガー氏はドイツ製造業によるウクライナ支援の取り組みを主導してきた。暗殺計画について知ったアメリカはドイツに情報を伝え、ドイツ治安機関がパペルガー氏の身を保護して暗殺を未然に防いだという。ロシアはここ6ヶ月余り、ヨーロッパ各地で破壊工作を実行してきた。工作の大半は代理勢力によるもので、ロシアは地元のアマチュアを雇い、ウクライナ向け兵器と関係する倉庫への放火から軽微な破壊行為に至るまで、あらゆる工作を依頼している。いずれも西側からウクライナへの兵器の流れを阻害し、ウクライナへの支援を減退させる狙いがある。ただ、ロシアが民間人暗殺を企てていたことを示唆する今回の情報は、ロシアが西側各地で仕掛けている影の戦争をどこまで推進するつもりなのかを浮き彫りにした。ラインメタルはウクライナの消耗戦の行方を左右する兵器となりつつある 155mm 砲弾の製造メーカーとしてドイツ最大手。同社は近くウクライナ国内に装甲車の工場を開設する予定で、情報に詳しい情報筋によると、ロシアはこの取り組みに深い懸念を抱いていたという。ドイツのベアボック外相はアメリカ・ワシントンで開催されたNATO 首脳会議の場で取材に応じ、今回の報道はロシアがヨーロッパの同盟国に対してハイブリッドな侵攻戦争を仕掛けていることを示すものだと指摘した。ドイツのラインメタルは CEO が非常にウクライナ支援に積極的に動いていることから、ロシアにとってかなり暗殺の重要性が高いと評価された可能性があります。例えばこちらに映しているリンクス歩兵戦闘車はラインメタル社の最新兵器の一つです。現在ウクライナに対しては欧米各国から歩兵戦闘車も含めて様々な兵器が供与されていますが、それはあくまでも昔設計開発そして生産され軍に配備されていたもの、もしくは退役同然か退役したものを復帰させての供与といったことになっています。しかしラインメタルの場合だと近年開発が終わり、これから採用国を探すような最新兵器についてもウクライナ向けに製造しようとしています。設計が最近ともなれば当然のようにより最新の技術などを盛り込んでおり、ウクライナにとっては願ったり叶ったりの支援となるわけです。ちなみにラインメタルが開発したリンクスという歩兵戦闘車に関しては、基本の装備としては機関砲を装備しているのですが、従来の戦車の砲塔をつけるバージョンも存在します。見た目では歩兵戦闘車とはわからないような姿をしており、ロシア兵にとっては嫌な相手となるでしょう。こちらはそのリンクスの横から見た姿、全体的に胴体が大きめで、ある程度の人数歩兵を乗せることができます。そしてもう一つ、ラインメタルがウクライナ向けに生産しようと考えているのが KF51 パンター戦車です。横から見た場合においてはちょっと似ているのですが、しかし中身としてはこちらもまた最新です。従来は 120mm 滑空砲を使っているのですが、こちらの場合だと 130mm の滑空砲を搭載しており、攻撃力としては次世代のものだとラインメタルは主張しています。欧米各国から供与される戦車に関しては、現在のところレオパルト2戦車の新たな供与についての話が途絶えている状況のため、新型戦車の生産による供給を受けられることができれば、これもまたウクライナにとってはありがたい話となります。ロシア側の様々な工作活動といったものが行われ、ウクライナ支援を阻もうとしています。その代表的な例として言われているのが、まずは世論誘導です。例えば、ウクライナはこんなひどい国ですよといった話をしたり、もしくはロシアにとって都合のいい作り話を様々なところで吹聴するといったことなどもインターネット上では広く行われています。
しかし、そうした様々な世論誘導といったものはどうしても時間がかかりますし、政府そのものを大きく動かせるかといえばなかなかそうはなりません。それに比べて今回のような要人暗殺といったものは直接的な行動をすることによって流れを変えるもしくは停滞させる可能性を秘めています。これまでも記事の中で出てきたような軍事関係の製造品などを保管している倉庫に対する放火などについても実際にその疑い例なども発生しています。そうした意味ではそのような直接的な行動に出る可能性があった話としてラインメタル社の経営者を狙ったというのは十分あり得る話だと私は思います。ラインメタル社の場合だとドイツの非常に重要な軍事メーカーなわけですが、経営者の意思としてもウクライナ支援を一つ重要なことと考え積極的に取り組んでいました。砲弾製造能力についても積極的な投資を行い供給量を増やそうとしていましたし、またそれだけではなく記事の後にお伝えしたような最新兵器の供給についても前向きな姿勢を示していました。ただしこれはウクライナ支援を行おうといういわゆる感情面での応援ではなく、軍事メーカーとしての利益を最大化するための目的も当然あります。例えば砲弾工場を拡大したという話について言えば、現在ウクライナだけではなく砲撃戦の重要性を再認識したヨーロッパ各国が砲弾の備蓄数をもっともっと増やさなければならないと発注を大幅に増やしている状況です。他のメーカーよりも先に量産体制を整えてより多くの砲弾を供給しようとするのは経済的にも理にかなっています。また新兵器のウクライナへの供給に関してもそのお金の出所としてドイツだけではなく NATO であったり EU であったりより大きなお金の出所といったものも十分あるわけで、そこからの発注を受けて生産し、実際にロシア軍との戦闘をもとにしてさらに改良を進めれば、軍事兵器としての評価は非常に高まることとなります。一方でウクライナにしてみても、現在のところは数があればあっただけいいという話になっているわけですが、しかしそれもまた品質が高ければ高いほどやはりそれもまた嬉しいものです。特に従来ウクライナ軍が持っていた歩兵戦闘車は基本的にはソ連時代の流れを組むものが多く、それらについては防御力が低く、戦場においてはあっという間に乗員ともどもなくなってしまうといったことが多発しています。それはアメリカから供与された歩兵戦闘車ブラッドレーの場合だと、車両が地雷などで身動き取れなくなっても乗員はみんな無事で自陣に戻ることができたといった話なども何度となく伝えられており、兵器として破壊されても中の人が生き残れるのであれば、兵器としては上等だとして非常に好評なのです。このような乗員保護の設計思想というものはソ連系の兵器だと軽視されており、一方で欧米系の兵器ではそのようなことが第一にあったりします。現在人命の損失に対して非常に過敏な政治状況ですから、兵士を使い捨てにするような兵器というのは欧米ではちょっと今のところありえないのです。そうした意味で資金を確保することができれば、最新の歩兵戦闘車や最新の戦車などをラインメタルが製造しウクライナに供給することができれば、それはウクライナ軍にとっての今後の主力兵器になる可能性も秘めており、さらにはそこで残された戦果は確実にその後のラインメタル車の販売競争力を高めることとなるでしょう。今回のロシア側の暗殺計画があったとされる話についても、このようにドイツラインメタル車の重要性が今非常に高まっていることを意味している話です。続いて、ロシアが兵士募集をするのに非常に多くのお金をつぎ込んでいることをお伝えします。ロシアで兵士不足が深刻化か、家族や知人を契約兵士に約18万円の紹介料も、ウクライナへの侵攻が長期化する中、ロシアで兵士不足が深刻化していると見られています。西部タタルスタン共和国は家族や知人を契約兵士にリクルートすると紹介料が支払われるキャンペーンを始めました。家族や友人に国防省との契約を説得できれば10万ルーブル、約18万円の紹介料が支払われます。キャンペーン開始当初の6月、紹介料は5万ルーブルでした。非常に短い期間の間に紹介料が2倍になっています。各自治体は志願兵への報酬も増やしています。契約時の一時金は平均して2年間で80倍に増えました。レニングラード州は7月9日、契約時の一時金を130万ルーブル、約230万円に増額しました。カフハ地方のカラチャイチェルケス共和国は6月に150万ルーブル、270万円に増やしました。この地域の平均月収は3万3000ルーブル、約6万円です。
負傷兵も前線に戻しているようです。手足を失ったり、内臓に深刻な損傷を受けても、治療途中で戦地に戻されるケースが絶えず報じられています。独立系メディアは、NATO 高官の話として、ロシア軍は兵士不足に直面しているため、プーチン大統領が前線の状況を変えようとするならば、大規模な動員を発表する可能性があると指摘しています。貧富の格差はどこの国にでもあるものです。ロシアにおいてもそうで、地方と都市においてはものすごい差が生まれています。そのことがこの記事の中でも書かれていて、ある共和国においては月収が6万円といったところがあるといった話が出てきます。モスクワやサンクトペテルブルクといった大都市圏においては平均月収が30万円程度といった非常に高い地域などもあることを思えば、その格差は非常に大きいものだということがわかるでしょう。そしてこのような格差を利用して地方の人たちを戦場へと駆り立てているのが現在のロシアの姿だと言えます。月収が6万円しかない人に契約一時金として200万円以上のお金を提示すれば、貧しさの中で苦しんでいる人の場合だと一攫千金を夢見てしまうような危険な賭けに出てしまうかもしれないわけです。ましてや誰かを兵士に契約させることができれば、それをもってして2、3ヶ月分の月収を得られるような人もいるというのがあれば、自分の口車に乗せてうまく軍に誰かを押し付けるなんていうことを考える人だって出てくるかもしれないのです。ただしこのようなお金の力といったものは当然のようにある程度人々を軍に送り出してしまった後においては、さすがにどこまでも通用するものではありません。いくらお金を積まれたところで、多くの人たちが死傷していることを知っている人たちにしてみれば、それはとてもではないが、割に合わない、非常に危険すぎると考える、そういった人たちが最後には残ってくるわけです。だからこそロシアはお金を積みまして、国内で無理なら海外で調達しようと考えるわけです。先日首脳会談を行ったインドのモディ首相が、インド人を前線に送り込むのはやめてくれといった話をしたのは、そのような背景があるわけです。ロシアは中央アジアや南アジア、中近東やアフリカ大陸といった様々なところで兵士を集めています。その時には非常に安全な地域での仕事があると、いわば騙すような形で人々を引き寄せ、それでいて前線に送り出すといったことなどがたびたび報じられています。しかしそのような形で国民を連れ去られる国の中にはロシアに対する感情が悪化する国も出てくるわけですから、これもまたいずれは行き詰まりを見せることでしょう。今日最後の話題は、ヨーロッパ各国がロシアの脅威に備えて長射程のミサイルをもっと開発しなければと4カ国が力を合わせてミサイル開発に乗り出すことが分かりました。ポーランド、フランス、ドイツ、イタリアが長距離ミサイルの共同開発で合意。ポーランド、フランス、ドイツ、イタリアの NATO4 カ国は同盟の防衛能力を強化するため、射程500キロ以上の巡航ミサイルを共同開発することで合意したとポーランド国防省が報道に語った。射程500キロを超えるミサイルは敵陣の背後深くの目標を攻撃することが可能であり、そのようなシステムの創設により、この分野で現在存在するヨーロッパの兵器庫のギャップを埋めることができるだろうと付け加えた。現時点で欧州諸国が保有している同様のミサイルは、フランス、イギリスのスタームシャドウ、スカルプとドイツのタウルスの2機だけだ。このミサイルの最大飛行距離は約500キロ。前日、ベルリンとワシントンはアメリカの長距離兵器が2026年にドイツに配備されると発表した。これらの措置はヨーロッパの抑止力体制を強化することを目的としている。完全配備されれば、部隊には最大2500キロ離れた目標を破壊できるトマホークミサイル、SM6 ミサイル、そして現在ヨーロッパで運用されている兵器よりもはるかに長い射程を持つ新型極超音速兵器が装備されることになる。ドイツのピストリウス国防相は、アメリカが輪番制で長距離ミサイルをドイツに配備すると明らかにした。ワシントンは将来的にはドイツ自身がそのような兵器の開発と購入に投資することを期待しているという。ピストリウスはまた、ヨーロッパでは現在長距離システムが深刻に不足しているため、アメリカの配備は西側諸国にこの種の能力を独自に開発するのにまさに必要な時間を与えることになると認めた。なお、このような長射程のミサイルについては日本もその必要性を感じており、現在12式地対艦誘導弾能力向上型といったものの開発が進められています。こちらは射程距離1500キロを想定したものとなっています。長射程の兵器という意味においては、
ここで挙げられたようなミサイルが上がってくるには、それには理由があります。それは、迎撃されるかどうかといった問題と破壊力の面において、ミサイルというのは現在のところ最適解だと考えられているからです。例えば現在ウクライナにおいても長射程の兵器開発が進められていて、実際に800キロ、1000キロ、1200キロといった非常に遠方の石油精製施設などに対する攻撃も実施しています。攻撃に使用されているのは飛行機型の大型ドローンで、現在のところロシア軍による迎撃をなんとかすり抜けて攻撃を成功させています。ただし、これには非常に大きな問題点があります。それは、防空体制が弱いロシアだからこそ今のところは通じていますが、防空体制を整えた施設や軍に対しては、大型のドローンといったものはあまり有効ではありません。例えば、ロシア側もイラン製のシャヘドといった大型の突撃ドローンを使用し、ウクライナを攻撃していますが、ウクライナ側の方に十分な備えが出てくると、それらについては90から 100% 近い迎撃率になるということもあり、ある程度の開発期間がなくても作れる大型の突撃ドローンといったものは、速度があまり出ない、それでいてレーダーに引っかかって、あっという間に撃墜されるといったこともあり、戦争前から大量に備蓄するようなタイプではないのかもしれないと、その評価は定まりつつあります。一方で、大型、小型、そして射程距離の短い、長いなど様々なものがあるミサイルに関しては、ある程度の速度があることから、迎撃は難易度が高く、攻撃成功率も高いわけですから、ヨーロッパもまたミサイルを開発すべきだと考えたわけです。実際、ウクライナ軍に供与されている巡航ミサイル、イギリス、フランスからストームシャドウ、スカルプがあるわけですが、これらについては、ロシア軍の防空兵器による守りを突破しています。現在のところ、ロシア軍の最新鋭の S500 をもしかしたら撃破したかもしれないと言われているぐらいですし、そうでなくても、ロシア軍ご自慢の対空兵器だった S400 は次々とストームシャドウの直撃を受けて破壊され続けています。しかし、ストームシャドウは射程距離としては十分長いとは言えず、今回記事に出てきたような射程距離500キロを超えるものといったものをこれからは作る時代へと入ってきているわけです。そしてこのようなヨーロッパ事情といったものは当然のように日本もその状況をよく見ておかなければなりません。日本の場合だと陸続きの敵国といったものはないわけなのですが、しかし海で隔てているということは、その海を飛び越えて攻撃するといったことも相手は考えるわけで、それに対抗する手段を日本もまた持っておかなければなりません。飛んでくるミサイルを迎撃するよりも、そのミサイルを作っている工場を破壊する方が、基本的には相手の攻撃を少しでも減らすことに役立つものです。日本の開発しているのもあくまでも対艦ミサイルといって軍艦を狙うものではあるわけですが、しかしそのような長射程のミサイルを作ることができれば、その横展開として地上施設や地上兵器に対する攻撃ミサイルもまたある程度開発選択肢が生まれてくることでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ヨーロッパで様々なことが起こっており、これに対する情報を更新していくと、それもまた日本にどう生かすかといったことを考えることができます。ぜひともそのような見方でウクライナ情勢を見ていってください。それでは動画を見合ったら評価ボタンのクリックと、あなたの感想コメントをよろしくお願いします。また、情報更新に役立ったなと思われる方は、ぜひともこのチャンネルを他の方にもお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。